こんばんは、ゆうかです。すっかり春の気分で髪色を明るくしたんですけど、まだちょっと肌寒いし、何より花粉がやばい。当分メガネとマスクは必須かなと思うんですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。メガネ外しすぎかな。これで撮った方がまだマシなのか、どうだろう。いやでもメガネがないと何も見えないんだよ。さて、本日作っていくキットはこちら。じゃーん。ハイグレードのクシーガンダムです。新しいクシーガンダムのキットも出るみたいですが、それはそれ、これはこれということで、今日はこちらを作っていきます。箱もかなり大きいですし、出来上がりどんな感じになるのかなとハラハラドキドキしておりますが、今回も楽しんで作っていきたいと思います。それでは本編をご覧ください。はい、早速開けていきます。ランナーは17枚、思っていたより少なかったです。他に入っているのはビームサーベルのパーツが2つ、シールが1枚、冊子の説明書が1冊入っています。それでは組み立てていきますが、今回の動画も組み立てパートと各部位の解説パートと完成したポージングパートを分けて構成しています。見たい箇所がある方は下にタイムスタンプを用意しておりますので、そこから飛んで見ていただければと思います。このハイグレードクシーガンダムが発売されたのは2021年の4月。劇場版機動戦士ガンダム閃光のハサウェイの公開に合わせて登場した、当時はものすごい話題になっていたキットなんですよね。実は私、当時は買う予定がなくてスルーしていたんです。当時の発売日はやっぱり行列ができていたんでしょうか。もし並んだ方がいたら、ぜひコメントで当時の熱狂を教えてください。お値段は税込みで6600円。ハイグレードとしては少しリッチな価格設定ですが、このボリュームとパーツの大きさを考えれば納得。休憩を除いた純粋な組み立て時間は4時間45分。特段難しいと感じる部分はなかったのですが、とにかくパーツの切り出しとゲート処理に時間がかかりました。幸いニッパーを持つ手が痛くなるほどではなかったです。大半のパーツが大きくて組みやすいので、初心者さんにもおすすめできるキットなのですが、一方でこのパーツの多さは圧倒的。最後まで楽しみながら走りきれるか、それとも途中で心が折れてしまうか、初心者入門としてはちょっとした耐性を試されるボリュームかもしれません。個人的な体感としては、ハイグレードを作ってるというより、パーツを簡略化したマスターグレードを組んでるかのような独特の手応えと満足感がありました。チャンネル登録お願いします。ここからはそれぞれのパーツを見ていきます。まずはボディです。パーツ数はなんと48個。初っ端からボリュームに驚かされました。正面のオレンジの部分はシールで再現になっていますが、それ以外はしっかりとパーツ分割で色分けされています。それにしてもこの独特なフォルム、本当にすごい機体デザインですよね。 X でここ顔みたいに見えませんかと投稿したところ、いろんな見解をいただきました。ネットでもデザイナーさんの特徴である異形やラスボス感を出すための衣装だという説や、あえてガンダムらしくない不気味な顔に見えるよう配置されているという説など、興味深い話がたくさんあるみたいです。皆さんはこの胸の部分どう思いますか？ぜひコメントで教えてください。次は腕です。手首から肩下までの片方だけでパーツ数は23個。かなりデザイン性が高いですよね。特に前腕側面のこの大胆な装甲の張り出しが目を引きます。指の関節部分は穴が開いているんですが、こういうデザイン、肉抜き穴ではないですよね。また手首周りは装甲で覆われているので、あまり動かないかなと想像していたんですが、想像以上に柔軟に稼働します。肘も深くしっかり曲げることができました。続いて足です。片足だけでパーツ数はなんと39個。一つ一つのパーツが大きい。組み上がるとこれが本当にハイグレードなのかと疑うほどのサイズ感にびっくりです。デザインもまた独特で、特に足回りのこの鋭く飛び出した装甲、
っかり引っ掛けると折れてしまいそうなので扱いはかなり慎重になりました。この走行部分は下に下ろすことができます。つま先も動かせますが、このままでは走行が干渉して可動はこの辺りが限界です。でも後ほどポージングの際にご紹介しますが、パーツを付け替えることでしっかり下まで下ろすことができるようになっています。足首も思ったより動きますし、膝に至っては太ももとふくらはぎがくっつくまでしっかり深く曲げることができました。続いて腰です。パーツ数は18個と、ここはハイグレードらしいシンプルな構造になっています。デザインも白を基調としたすっきりな印象です。フロントの三角のグレー、そしてリアの三角グレーと赤い部分はシールでの再現です。驚いたのはこの可動域、前も後ろもそして横もかなり広く動かすことができます。またリアスカートの裏を見てみると、ファンネルミサイルがしっかりと造形されています。これは萌えポイントですね。続いて頭です。パーツ数は9個。これランナーのゴミじゃないですからね。これまで大きなパーツばかり見てきたので、この小ささには驚愕しました。組み上がるといつものハイグレードらしいサイズです。色分けについては後頭部のグリーンとツインアイをシールで再現しています。それにしてもこのアンテナめちゃくちゃ長いですよね。映像を見ている時は気がつきませんでしたが、実際に手に取るとその長さに驚きます。ここも折らないよう細心の注意が必要ですね。次は肩アーマーです。片方だけでパーツ数は21個。想像以上の密度に切り出しながら圧倒されていました。構造も凝っていて、組み立てると2つのユニットに分かれます。ボディ側と腕側、それぞれ別々に固定する仕組みになってるんです。まずは小さい方から、こんなにぐねぐね動かせます。そして大きい方のユニット、正面のインパクトも大きいですが、横から見た時のサイズも大きいです。ババッと広げると、なんだか大きな蝶が羽を広げたようなシルエットになります。まさかここまでフラットに展開できるなんて思いもしませんでした。続いてはスタビライザー。片方のパーツ数は8個です。パーツが大きくサクサク組めますが、先端の黄色いシールには苦戦しました。ここすごく貼りづらくて少し折れてしまったんですよね。面積が広いので見栄えを気にするなら部分塗装の方が綺麗に仕上がるかもしれません。ギミックは上下の羽をそれぞれ動かすことができます。最後に武器です。ビームライフル、ビームサーベル、シールドが付属しています。はい、すべてのパーツができたので合わせてみます。はい、クシーガンダムの完成です。全身をぐるっと見ていきます。全体の第一印象は思った以上に足が長いですね。正面はもちろん横から見てもかなりのボリュームがあって圧倒されます。劇中ではなかなかじっくり細部まで見れませんでしたが、こうして手に取ると改めてデザイン性の塊のような機体だと実感します。外装は白が基調ですが、少し青みがかった白なので安っぽさが全くありません。モールドもしっかり入っているので墨入れをするだけでもさらに化けそうです。やっぱりクシーは宙に浮いてる姿が最高にスタイリッシュでかっこいい。ただポーズをつけようとすると各部の走行が干渉し合ってなかなか動かしにくい一面も。それにこの重量感、支えているアクションベースも心なしか辛そうです。続いてフライトフォームに変形させてみました。足のパートでお話しした通り、走行を付け替えることでつま先をぐっと下まで向けられます。スタビライザーやビームサーベルもパーツの付け替えが必要で少し手間はかかりますが、この浮遊感あるシルエットかっこよくて大好きです。ただスタビライザーを伸ばすと後ろの厚みがとんでもないことになります。ニッパー2本分ぐらいの長さがあるので、このまま棚に飾るのはちょっと無理そうですね。この形態で腕を上げようとすると前腕の走行が干渉してしまって
手のひらを上に向けたこのお手上げポーズにするのが精一杯でした。ビームサーベルは前後に刃を出せる仕様。もちろん片方だけにすることも可能です。頑張って動きをつけてみたのですが、上半身の走行の干渉が凄まじくて、これが私の限界でした。クジーもだいぶ傾いて限界そうですが、もしこのキットをかっこよくポージングさせるコツがあればぜひ伝授してください。最後にハイグレードのネトフリガンダムと並べてみました。設定上 18m と 26m でかなりの身長差がありますが、ボリューム感だけで言えば5倍、いやそれ以上あるかもしれません。実際に作ってみて、その圧倒的な存在感とギミックを肌で感じられた最高に楽しいキットでした。はい、というわけで今回はハイグレードのクシーガンダムを作りました。映画は何回も見ているのに、今回作ってみて初めて気づいた箇所がたくさんあって、次回の映画をより一層楽しめるんじゃないかなと思いました。4月に新しく出るクシーガンダムもゲットできたら、こちらのクシーガンダムと比較してレビューしたいなと思います。なおプレ版抽選申し込みしたんですが、クシーガンダムもアリュゼウスもどちらも落ちたみたいです。悲しい。当たった人どれぐらいいるんだろうな。当日店舗に買いに行こうと思っている方は一緒に頑張りましょう。次のレビューも楽しみだよって思ってくださる方はチャンネル登録と高評価、ハイプなどで応援いただけたら大変嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いきなりのドスッピンで申し訳ないんですが、先日ランニングから帰ってきたら、見てくださいこの髪の毛。風のせいかこれで固定されちゃってて、走ってる時全く気づきませんでした。しかも後ろタグが出てるっていうねこれも気づかなくて、恥ずかしい。